おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はカクテルドクルベット、エビのカクテルを紹介したいと思います。今回の動画の中でフランス料理のベースになるものが2つあります。一つはマヨネーズから派生したソースカクテル。もう一つはクールブイヨンです。クールブイヨンは日本人にあまり馴染みのないものですけども、フランス料理では魚介類をポッシェ、湯がいて作る料理に割と多く使います。このクールブイヨンでポッシェ湯がくことによって魚介類の臭みが消え、より食材の旨味が増すので、ぜひ覚えてほしいテクニックの一つです。今回紹介するエビのカクテルは1900年代後半にアメリカ、イギリスで流行ったオードブル冷たい前菜です。もちろん今でもビストロなどで食べられる料理の一つです。それでは今回一番重要なクールブイヨンの作り方を解説していきます。それでは始めましょう。まず最初にクールブイヨンを作っていきます。このクールブイヨンですけども、今回はエビを湯がくように作りますが、非常にたくさんの食材によく合うブイヨンの一つになります。例えば白身魚、あと甲殻類、ラングスチン、エビ、カニなどですね。あと貝類もいけますし、川魚、マスなどにも非常に相性のいいブイヨンになります。ブイヨンといってもこれをそのまま提供するわけではなく、あくまでも下処理です。ポッシェ、湯がいたりする時に使うブイヨン、ベースのブイヨンになります。作り方は非常にシンプルです。野菜の持っている旨味と白ワインの酸味、旨味、あとレモンの爽やかな感じと、あと塩コショウだけです。シンプルな中にもいくつかポイントがありますので、見逃さずに最後まで見てください。まず野菜の下処理です。ニンニク、玉ねぎは皮を剥きます。人参は皮をよく洗ってから皮を剥き、セロリもよく洗います。レモンは皮ごと使いますので、無農薬のものを用意してください。あとタイム、ローリエ、パセリの軸です。下処理が終わったらエマンセ、スライスしていきます。玉ねぎも半分に切って繊維を断ち切る形でスライス、エマンセです。セロリもそうです。ニンニクも人参も繊維を断ち切るような形で横向きの方向にスライスしていきます。この時厚さを揃えてなるべく薄くエマンセ、スライスしていきます。野菜がすべてエマンセ切り終わったらカードを使って切った野菜を鍋に入れます。そこにローリエ、タイム、パセリの軸の部分を入れます。鍋いっぱいに水を入れて塩を入れます。塩は海水より少なめ、だいたいリッターに対して 15g ぐらいでいいと思います。湯がく材料や好みによって変わります。まずここで火をつけて野菜に火を入れていきます。この時重要なポイントですけども、最初から白ワインもしくはレモンは入れないということです。もし入れてしまうと白ワイン、レモンなどの酸によって野菜から旨味が出るのが妨げられてしまいます。まず最初にきっちりと野菜に火を入れてやるということです。火を入れるということは野菜から十分に旨味を引き出すということです。だいたい45分経って野菜から旨味が出たので、ここで白ワインビネガー、あと香りの立つもの、黒胡椒を丸のまま入れて最後10分だけ火を入れます。黒胡椒の他にも八角、あとコリアンダーの粒、フヌユの粒などを入れてもいいです。この火を入れることによって胡椒から風味が出て、白ワインから余分なアルコール分が飛びます。10分経ったのでここでパッセ、こします。パッセしたら味を見ます。味を見て塩が足りなければ塩を入れます。あとエビを湯がく直前にレモンのフレッシュの感じが欲しいので、皮付きのままレモンのスライスを入れてエビを湯がきます。クールブイヨンがしっかり沸いたところにエビを入れます。そのまま強火で
温度をなるべく早めに上げてあります。ゆっくり低温で火を入れるとエビの肉が溶けてきます。かといって沸かしすぎてしまうとエビの身がパサパサになるので、なるべく早く温度を上げて沸かさない程度の温度を保ちながら、このようなポコポコという状態を保ちながら火を入れます。一概に火の入れる時間は言えませんけども、エビの大きさによっても変わりますし、頭を外して火を入れても時間が短くなります。ただ頭の中に美味しい味噌が残ってますので、頭をつけたまま湯がいた方がもちろん美味しいと思いますし、頭がなければ身が直接ブイヨンの中に入って旨味がブイヨンに逃げていきます。なので私個人的には頭を取らずに頭がついたまま湯がく方が好きです。本来この料理冷たい料理ですけども、今回湯がきっぱなしの温かい常温の状態ですね。冷たくない状態で食べたいと思います。最後にこの料理に欠かせないソース、カクテルソースカクテルを作ります。ベースになっているマヨネーズはまた動画がありますので、そちらを参考にしてください。出来上がったマヨネーズの中にタバスコ、ケチャップ、あとイギリスのソースでタルタルドブッフにも入れるウォーチェスターソースを入れます。今回動画撮り忘れましたけども、仕上げにコニャックを入れています。これをただ入れて混ぜるだけです。よく混ぜて味を見てください。もし味が足りなければ好みでタバスコなどを入れてパンチのあるソースにしても構わないですし、あとここにエストラゴン、セルフィーユ、シュブレットなど香草を入れてもまた違った感じの美味しいソースになります。今回はシンプルにタバスコ、ウォンチェスターソース、コニャック、ケチャップ、マヨネーズでソースカクテルの完成になります。今回はケチャップを使いましたけども、ケチャップの代わりにトマトペーストを使っても構わないですし、フレッシュトマトを使ったコンカッセドトマトを入れてもフレッシュ感があって非常に美味しいと思います。コンカッセトマトの動画はまた他にありますので、そちらを参考にしてください。このソース、甲殻類と非常に相性のいいソースの一つです。ぜひ家で作ってみてください。もちろん市販のマヨネーズにタバスコ、ケチャップ、ウォイチェスターソース、もしくはウスターソースを入れても簡単にできます。これでカクテルクルベット、エビのカクテルの完成です。シンプルな料理ほど一つ一つの工程をきっちりしないと差が出てしまいます。クールブイヨンもきっちり汗止め、味をつけたブイヨンでエビに火を入れることによって塩茹でするよりもエビの臭みが消えて、よりエビの旨味が引き立ちます。今回の動画で一番重要なことは動画の中でも言いましたけども、クールブイヨンを取るときはまずしっかり野菜に火を入れて十分野菜の旨味を引き出した後に白ワイン、酢を入れることがとても重要になります。このポイントをしっかり押さえて美味しいクールブイヨンができれば美味しいクルベットを湯がくことができます。ぜひ美味しいクールブイヨンを取ってください。それでは食べ方を紹介します。シンプルに頭を外して皮をむいて、あとはソースにつけて食べるだけです。この取った頭の中を吸っても中のコラー油、脳みそがあるので非常に美味しいです。あと頭は吸わずに別に置いておいて、ヒュメドクルベットを取っても非常に美味しいヒュメが取れると思います。またヒュメドオマーの動画を参考にして取ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。